LA Morning Part 2. Hello, this is VJ Sam. LA Morning Part 2, bilingual program broadcasted in English and in Japanese every Wednesday at 9 a.m. on TJS Internet Radio. So tune in. LA Morning Part 2. Good morning, Los Angeles. The time is 9:10 a.m. Wednesday morning on April 21st, broadcasting live from TJS Radio Studio in Torrance, California. Welcome to LA Morning Part 2. This is Samuel VJ. How are you doing this morning? TJS Radio presents news, sports, weather, and other useful local information in both English and in Japanese. This program broadcasts on internet radio, and you can hear us by using the TJS Radio app on your smartphones and tablets. Or you can also hear us by accessing our website at www.tjsla.com and find our radio player by clicking our right-hand column of the page. You can also watch us live on YouTube, searching us by the keywords TJ Space Radio, and find today's day by following by LA Morning Part 2. YouTube has its own live chat function, so you can send your messages and requests using this live chat function, or you can also send us your messages and requests accessing our website top page request form, and you can email us to radio@tjsla.com. So allow me to introduce to our co-host, Mr. Shinkai. Good morning. おはようございます。パート2もよろしくお願いいたします。さあ、この番組でもですね、引き続き、ラジオの前のあなたからのメッセージ、リクエストお待ちしています。先ほどね、書き込みの中にステゴガールさんがパート2はリクエストあるんですかなんて書いてましたけど、ありますよ。なかなか曲がかかる時間は少ないので、全て網羅できることはないと思うんですけど、送ってみてください。そしてですね、LA モーニングでもお話しさせていただきました英語に関するね、質問メッセージお待ちしております。いや本当ね、週に一度の無料の英会話教室だと思ってください。今更ちょっとこれ聞けないよななんていうのもですね、ラジオネームに任せて聞いてみるのもいいんじゃないでしょうかね。こういう時ってどう答えればいいのとか、前からこれ疑問に思ってるんだよねこの英語って、これ英語それとも和製英語みたいなのとかね、サムさんに質問をぶつけてみてください。お待ちしております。 E メールの方、radio@tjsla.com、 radio@tjsla.com、 あるいは TJS ラジオウェブサイトトップページにありますメッセージフォームからもお送りいただけます。そして YouTube ライブは引き続きずっとね LA モーニングから引き続き、続けて放送しております。ちょっとねこう通勤が終わって落ち着いたなんていう方はね見られるかもしれないので、ぜひ YouTube 立ち上げてみてください。で YouTube 立ち上げていただいたら検索で TJS スペースを開けてラジオとアルファベットを入力してみてください。 LA モーニングニョロパート2というところがありますので、その中にチャットがあるのでですね、そのチャットで、ゆるーく楽しんでいきましょう。質問等があればそこから書いていただいても構いません。さあ、はい、まずはこの話からしましょうか。17日土曜日エコタウン、はい、ね、オフ会というかエコタウンに物を売りに行きましたね、はい、やりましたけど、そうなんですよ。あの時、いらっしゃったラジオの前のあなたありがとうございました。でね、実はねあの後、エコタウンの方と話したりしていて、はい、聞いたんですけど、声を
かけていただかなくてもいただかなかったんですけど、ラジオを聞いたと言って来てくださった方が、あの日何人か他にもいたそうです。他にもですか？そうなんです。あーしかも僕らがいる時にも3人ぐらいいたそうです。あ、そうなんですか？そう気がつかなかったね。そう気がつかなかったけど、でその方たちにお店の方がラジオの方ですよって言って大丈夫です知ってますって言ったけど、でもなんか恥ずかしいからいいですって言って3人ぐらい。そうなんですって。いや、そういう人ちゃんと来てくれたらよかったね。そうまあでもよかったそこはもう全然ね僕らに声なんかかけなくたっていいんですよそれは全然来ていただければそうですね。もうそれで十分ですのでね。でその時にも、ショッピングカート3台ぐらいねすごい。売りにいらっしゃったはいリスナーさんもいらっしゃいましたし、ありがたいことです。ね自転車を売ってた方もいますしね。いましたね。はいはい。でねあの時ね僕ね服を持ってき忘れたんですよ。服用意しといたのに。なのでまた近々行きたいなというふうには思ってます、はい。で手島さんとも昨日話したんですけど、手島さんも行こうかな今度一緒になんていうふうにあ、いいですね。来てくださいよ。言ってましたので、ぜひまた、ね、開催するときはお伝えしたいというふうに思います。はい。あとサムさんそうね、ちょっとね、和製英語でちょっと気になるやつがあって、気になる和製英語、ちょっと皆さんにこれちょっとお聞きしたいんですが、リベンジはいっていうカタカナでリベンジって使い分けてますか？日本の意味と、実際英語に使われる意味は全然違うんで、はいはいはい皆さんちょっと番組の間に何か提案がありましたとかご意見がありましたら、どしどしメールなり、それね YouTube の書き込みなりしていただければありがたいです。はいそのもう一度、何でしたっけ？リベンジ。リベンジという単語そう単語です。言葉ですね、はいこれどういうふうに皆さんね日本語では使いますか？そうですね。その日本語で使う時の意味合い、これをちょっと書いてお願いします。送っていただける E メールで書いていただくと嬉しいですね。はいこのねチャットのタイムラインで流れていってしまうと、探し出すのが大変ですね。分かんなくなったりするので、ぜひ E メールか何かでですね、このリベンジ、私は日本語ではこう使うっていうのをね、ぜひ、お送りください。はい。さあということでニュースいきましょうか。先にそうだ天気ね、天気いっときましょうか。行きましょう。はい。 Okay, weather for April 21st. So LA County and Orange County both cloudy today. So current temperature for Los Angeles County is 59 degrees Fahrenheit or 15 degrees centigrade. Orange County is 60 degrees Fahrenheit or 16 degrees Fahrenheit. Today's expected high temperature for Los Angeles County is 64 degrees Fahrenheit or 18 degrees centigrade. Orange County 63 degrees Fahrenheit or 17 degrees centigrade. Sunrise time for Los Angeles County this morning was 6:14 a.m. Orange County was 6:13 a.m. Sunset time for Los Angeles County tonight is 7:29 p.m. Orange County is 7:27 p.m. 天気です。 LA カウンティ、オレンジカウンティともに今日は曇りの一日になりそうですね。週間の天気予報を見てみると、週明けの月曜日は雨のマークがついてましたね。そして今日の予想最高気温はダウンタウンロサンゼルスで華氏64度、摂氏18度、オレンジカウンティアーバインの華氏63度、摂氏17度です。サンセットの予想時刻はもう7時半になろうとしています。 LA カウンティ午後7時29分、オレンジカウンティは午後7時27分です。さあということで改めてはい、ニュースいきましょう。はい、行きましょう。Time for the news. Okay, TJ's news line. China, PLA, allegedly behind the cyber attack in Japan. So NHK learned that the Chinese military is suspected of ordering hackers to attack hundreds of targets in Japan, including the country's space agency and defense relating firm. Investigating source says the Japan Aerospace Exploration Agency, or JAXA, suffered a cyber attack back in 2016,
Police have identified a Chinese man who has leased several servers in Japan that were allegedly used in the attack. A man is said to be a computer engineer in his 30s, a member of China Communist Party. He allegedly rented a server 5 times under the false name. Police found that the server's ID and other confidentiality were passed on to Chinese hackers group known as TIC, T-I-C-K. And the man is no longer in Japan, but the police plan to send his case to prosecutors as early as Tuesday on suspicions for forging digital records. Another Chinese man is also said to have rented the several servers in Japan using the false IDs. So this allegedly under the instructions of a member of Unit 61419. A bureau charged the cyber attacks within the China's People's Liberation Army. The Tokyo's police suspected the PLA struck the TIC to stage the cyber attacks in Japan. And that's about 200 companies and research institutes were targeted. A JAX spokesman told NHK that space agency did experience unauthorized access but suffered no damage, such data leaks. Cybersecurity expert Iwa Hiroyuki says the TIC was one of the private hacker groups that were believed to work under the instruction of China's PLA and national security authorities. He says the TIC became active in early 2000 and thought that the target aerospace research entity was sophisticated attacks. さあ JAXA 日本のですね JAXA 宇宙航空研究開発機構や防衛関連の企業など日本のおよそ200に上る研究機関が大規模なサイバー攻撃を受けて警察当局の捜査で中国人民解放軍の指示を受けたハッカー集団によるものということが分かりました。警視庁は日本に滞在していた中国共産党員の男がサイバー攻撃に使われたレンタルサーバーを偽名で契約していたとして20日にも書類送検をする方針です。これ怖い話ですね。ハッカー集団が入り込んできたということです。さあ続いていきましょう。Okay, HWO, the global COVID cases hit weekly record. The herd of the World Health Organization says that more than 5.2 million new cases of coronavirus infection were reported globally last week in the largest weekly rise ever. So Territorial Anthem Gilbersi told the reporters on Monday that it was the 8th straight week of increase. Theodorus was also concerned about the rising path of death, and he said he took 9 months to reach 1 million deaths, 4 months to reach 2 million, and then 3 months to reach the 3 million. Theodorus also infections of the hospitalized is increasing among the people aged between 25 and 59. He said his transmissibility variants of increased social mixing may be to be blamed. The WHO is technical chief of coronavirus respondent Maria van Kerthoff stressed the importance of keeping the anti-infection measures in place, including avoiding crowd settings. She calls the government to support individuals to work from home, stay home if necessary, so that we could reduce the possibility of infection of the virus spread. WHO 世界保健機関は世界の新型コロナウイルスの1週間あたりの感染者が8週連続で増加し520万人を超えてこれまでで最も多くなったことを明らかにしました。そして感染リスクを減らすために各国にさらなる対策を呼びかけています。テドロス事務局長は19日の定例記者会見で1週間あたりの世界の新たな感染者について8週連続で増えていると、これまでで最も多くなったと述べました。また亡くなった人の数についても9ヶ月で100万人だったのがその後は4ヶ月で200万人3ヶ月で300万人まで増え増加のペースが急速なことに懸念を示しています。テドロス事務局長は25歳から59歳までの比較的若い年齢層で感染や重症化するケースが世界的に増えているとした上で背景には変異ウイルスの広がりや対面での接触が増えてきていることなどが挙げられるとしています。いやこれもちょっと怖い話ですね。はい。
さあそしてもう一ついきましょうか。 Okay, this was mentioned earlier at LA Morning that the judge orders LA City and County to offer shelter to everyone on the Skid Row by fall. So, federal judge overseeing the sprawling lawsuit about the homelessness in Los Angeles ordered the city and county Tuesday to offer some form of shelter or housing to entire homeless population of the Skid Row by October. Judge David O. Carter granted a preliminary injunction, thought the plaintiff in the case last week, and now telling the city and county that must they offer the single woman or unaccompanied child on the Skid Row a place to stay within 90 days, help family within 120 days, and finally October 18th offered every homeless person on Skid Row housing or shelter. It is unclear whether the city and the county will challenge the order, which also calls for the city to put $1 billion into the escrow account, an idea that was raised concern among the city officials. The ruling argues that LA City and County wrongfully focused on permanent housing at the expense of temporary shelter, knowing the mass development delayed likely while people die on the streets. The element of the other unscoring just spectacle occurred as part of the LA's current strategy to tackle the homeless. さあ今日朝からこのねローカルのテレビニュースではこのニュース放送していましたけど、ロサンゼルス連邦裁判所は昨日ロサンゼルスカウンティとロサンゼルスシティに対して10月18日までにスキッドロー地区のホームレス全員にシェルターを提供するように命じたんですね。で裁判所の言い分としては、ロサンゼルス市とカウンティはホームレスに対して一時的な対処をしているだけで、現在人々が路上で死亡している状況では今後の大規模な開発に遅れが起こることは目に見えていると話しているんですね。この命令に対してカウンティとシティが異議を唱えるかどうかは現時点では不明です。でこれやるとしたら、エスクローの口座に、いくらでしたっけ$1 billion。 1ビリオンダラーを入れなければならないんですよね。これに対してだから多分シティとカウンティはそんな無理だよっていう可能性は高い。そもそもスキッドロー地区のホームレス全員シェルターに移動させるっていうのってのを発表したら他のところから僕結構集まってきちゃうんじゃないかって。絶対来ると思う。いやここで滑るよ。そうここに来ればシェルター入れるよって言って来ますよね。ご飯も食べれるよってなりますよね。これはどういう風になるのかっていうのはちょっとね非常に気になるところです。ですね。はい。では人数いきましょうか。Okay, let's go to the coronavirus update for the April 21st. California coronavirus. Confirmed cases rose 2,363 by Tuesday, is topped now by 3.6 million cases. So death is now rose by 65 on Tuesday, 60,764. Now Californians, the least potential vaccinated count is now rose to 42.2%. Okay, so moving on to Japan's coronavirus cases. The coronavirus cases rose to 541,496. Death is 9,710. And recovery is 488,944. はい、すいません、その原稿借りてもいいですかどっか行っちゃった。はい、ですね、カリフォルニアのコロナウイルスのケースですね。昨日の時点で2363人増えたんですよね。そして369万9436人、亡くなった人は65人増えました。6万764人となりました。そして 42.2% のカリフォルニアの住民がウイルスバクシネーションを打ったということですね。40人、もうすぐ半分になりますね。ですよね。でもう少し経つとまたジョンソン&ジョンソンが許可されるっていう風にね、言ってますからね。そして日本はと言いますと現在、感染者数は54万1496人増えましたね。亡くなった方9710人と、そして回復しているという方が、48万8944人。これ以前はですね、かかってる方とこのリカバーした方の差がそんなに多くなかったのに今広がってますよね。リカバーされてない方が多いということでございます。以上
ニュースお伝えしました。はい、はい、毎週金曜日午後8時から8時10分までお届けしている Wheels Around the Globe DJ の高橋理恵です。お気に入りの古くて新しい音楽などをジャンルレスにボーダレスに DJ クリスとともにフリートークを交えてお届けしています。So stay tuned. What happened on today? Okay, what happened today for April 21st? So back in 1956, USA, Elvis Presley, the first number one. Elvis Presley has the first number one hit with the Heartbreak Hotel, which tops off the Bill chart. ってことです。ビルボードチャートで、これは56年か、56年にハートブレイクホテルプレスリーですね、がビルボードチャートで1位になった、ね、このイメージが強い方も多いんじゃないですかね。ハートブレイクホテルのねイメージが強い方も多いと思います。そういうまずはエルビス・プレスリーに関する今日は何の日だったと。さあ続いていきましょうか。Okay, back in 1962, United States, the Space Needle. So Space Needle opened on this day as an icon of Seattle is an observatory tower built for the 1962 World's Fair. It drew about 2.3 million visitors, and then nearly 20,000 people a day used its elevators. スペースニードルといえばシアトルですね。そのシアトルのスペースニードル1962年の今日完成とあと多分入れたと思います。入れたってことですよね。1日2万人をエレベーターで運んでいたと。すごい数ですよね。シアトルに住んでる友人に以前スペースニードルのことをシアトルタワーがさって言ったら、そんなダサい名前じゃねえって怒られましたけどね東京タワーとかと違ってスペースニードルって名前があるんだって言われたのを思い出しましたですね。はい、でもあれかっこいいですよね。かっこいいね。さらっとした感じで、ね、僕一回夜上がったことがあるんですけど、まあシアトルのね街ダウンタウンからちょっと離れてるじゃないですか。ビル群が綺麗に見えるんですよね。ですね。あとラスベガスにあるビルがちょっと似たようなデザインもありますよね、ホテルとして。ストラスフィアタワーかな。そう似てますよね。確かにね、はい。さあそして日本でもねいろんな日がありますね。ありますね。難しいですよ。創造性とイノベーションの世界で非常に分かりづらいイノベーションでそして民放の日ですね、民間放送発足記念日ということで今日発足したんですね、あと川根茶の日、川根茶、あと錦通りニッキーの日分かりづらいけどね。オーベルジュの日、マリルージュの日、はい、何マイ DIY の日 Do it yourself かなってことでしょうね、あとゴルフでしょうね。ゼクシオの日なんですって。ってことは今日ゼクシオ日本だったら安売りするのかなとかね。あと、まあいろいろありますと。はい。では誕生日いきましょうか。Okay, let's go to the birthday for the 21st of April. So Queen Elizabeth in England, her as a queen, she is born on 1926 and she's celebrating 95 years old today. クイーンエリザベス2世ですね、今のエリザベス女王現在のですね、はい、旦那さんが亡くなられたんですね。はい、現在95歳でいらっしゃいます。はい、続いてOkay, the American singer Iggy Pop is celebrating 74 years old today and he was born on 1947. イギーポップです。はい、以前はストゥーディーズというね、パンクの帝王なんていう風に言われてますけどねすごい人だよ。はい、イギーポップ年を取っても、裸で観客席に飛び込むというですね。全然
然変わってないから、はい、全然変わってないイギーポップよ、74歳になられましたそれはイギーポップだって年取りますわ ね。はい、さあそして日本見てみましょう。 Okay, let's go to the Japanese actor and play writer Masayuki Imai. He was born on 1961 and unfortunately he passed away on 2015. He was 54 years old that time. But if he has lived today, he'll be celebrating 60 years old today. 今井正幸さんの今日誕生日なんですね。今井正幸さんといえばウィンズ・オブ・ゴッドというね、映画特攻隊を描いた映画ですよね、はい、それアメリカで撮っていたわけですね。でもう12、3年前の話だと思うんですけど、そうでね、その時あれなんですよ、大人のラジオの山川浩平さんがですね、こっちで今井正幸さんの、コーディネートのお相手をしてましたね。してでさらにその、上映会場、東海岸の方でもやったんですけど、東海岸の方今井正幸さんと2人旅をね車で浩平さんがしていたんです、ね、やったんだ。そう、すごい、非常にいい人だというふうに言っていました。残念ながらね2015年に、54歳という若さで亡くなられてしまいました。はい、ということで今日は何の日お伝えいたしました。はい、さあでは曲いきましょう。曲いきましょう、Okay, one of the birthday boy, The Passenger by Iggy Pop。ファイトって喧嘩じゃないですか？でも日本でいうファイトっていうのはこう励ましのファイト、ファイトってファイト一発ですもんね。そうそうそう、はい、言われてみればそうだな。そうなんですよ。ファイト一発ってすごいですよ。なんかリボリタンの A みたいなファイト一発はあれはどっちだ？リボビタン T でしたっけ？そうそうそう、あれの宣伝ですよね。へえ、韓国語ってファイテンなんだ。ファイテン？うん、日本語のファイトの意味だと思う。ファイテン。へえ。That was The Passenger by Iggy Pop。毎週土曜日の午後8時からお届けしているイビザカフェ。 DJ はヤコミカです。私が今とっても気になっている話題をおすすめの音楽とともに紹介しています。イビザというフレーズにグッときたあなたもそうじゃないあなたも、ロサンゼルス DJS レディオにステイチューン。 DJS Japanese radio station。さあじゃあこの時間は、先ほどこの時間はさっきの、オープニングのサムさんが言った、リベンジ、この辺に関する E メール紹介していきましょうか。はい、お願いします。まずですね、はい、チルちゃん、はい、チルちゃんありがとうございます。チルちゃんになったのね。チルちゃんですはい、日本で使われている英語のリベンジですね。リベンジですね。皆さんもう一度挑戦するみたいな使い方を、数年前聞いてびっくりしましたと。そうなんですよ。そういうポジティブな使い方もするのかなと思った次第ですと。私は復習としか、意味は知らなかったので驚きました。英語でも日本みたいなそういう使い方しますかってリベンジに関して。だからね、昨日が一昨日ぐらいに友達がちょっと市役所に行って、で書類を置いた時に時間がないんで、できないって言ってきて、突然、じゃあ私明日リベンジしに行きますって言ったら、何って正直僕分かんなかったんで。市役所に復習しに行くって。そうそう、だから復習に感じちゃった。これちょっと言い方合ってんのって言ってちょっと聞いてみたら、いや日本はリベンジっていうのはそういうことでもう一回チャレンジしに行くんだよっていう。確かにね、そうね、お前リベンジした方がいいよ、もう一回調整した方がいいよっていうね。だからね、送り込みに行くのかよだってね、じゃなく、やっぱそういう風に普通に使われて、もう一回やりに行くことをリベンジだということで、正直びっくりしましたでそれはだから英語で言うと
そうですね、リベンジっていうのは、そのなんだっけ、復讐、あとはそれに恨みを買う、という意味が深く入っています。そうですよね。はい。少女神話さんもやり直すみたいな使い方よね、日本ではっていうね。そうだからもう一度やってみるっていう。それをじゃあそのもう一度やってみる、その日本で使われてるリベンジの意味を正しい英語で言うと、で英語で言うかなんか I'll go and challenge again とかいう言い方あるけど、チャレンジっていうのは、向こうがなんだかリジェクトしてもう一回やるっていう感覚に取るけども、この場面リベンジっていうのはただもう一回行くっていうだけの話なんで、そこはやっぱりちょっと違うかなと。じゃあそれを一言で表す単語は特にないっていう。例えば今日間に合わなかったんで今日もう一回行ってきますっていう言い方で十分だと思うんですけど、なるほどね。リベンジでちょっとかっこよく聞こえるけども、実際の意味は怖い意味なんで、どうかなと。確かにね、そこら中で復讐が行われてますもんね、日本だったら。リベンジってよく使いますからね、言葉としてね。特にヘイトクライムが多いんでちょっとね、どうかな。例えばね、アメリカ人が日本来て、英語で I'm gonna go revenge とか言ったらみんな何しに行くのってなっちゃうんで、そうね。少女神話さんがね、西しびれ改め、内陸王になる改め、君のあそこにパトリオット改め、少女神話さんだからもう最後しか言いません。少女神話さんがですね、リベンジの使い方、日本語での例某ラジオ局のナビゲーターに内陸じゃラーメン食べることできないのとディスられたならシカゴでリベンジしてやる。これはだからシカゴで、そうね、日本語ではそういう使い方するね。復讐じゃないもんね、これ。シカゴでトライしてやるっていう意味ですよね。そうね、トライするかやってみるとか、そうね。もう一つ、某ラジオ局の大 CEO が内陸でも煮卵作れるでしょとディスられた。でも、味の素を買いに行かないとレシピ通りに作れないからリベンジできず。でもこれは復讐に近いものがあるんじゃないかい。そうだね、だから僕がもしこれ例えば領事館行ってビザをね、今日できなかったからもう一回行くんだよとかね、リベンジいうことを使ったらやばいよね。レイさんが今書き込みにリトライの方がいいと思いますは一言で確かに済みますね。リトライ、でいいんですよね。リトライ、もう一回行ってきますとか、もう一回するとか、もうまとめてリトライでいいですよね。まあ確かにチャレンジアゲインとかでもいいわけですけど、いや確かに怖いですね。日本では本当そこら中で、いやちょっとリベンジした方がいいよ、リベンジしなよ、リベンジするよ、全部復讐だっていう風に取られますもんね。今やっと分かったんでいいんですけど、これ僕みたいに初めて聞いた人だと、受け方がすごくネガティブになっちゃうんで、そうですよね、どうかなと思ってちょっと皆さんに意見を聞いたんです。そうですね。でもやっぱり皆さんちゃんとこっちにいる方は分かってらっしゃる。そうですね、お願いしますという方ですよね。昨日の算数のリベンジするそれは面白いなそれ。ありがとうございました、皆さんのご意見。じゃあスポーツニュースいきましょうか。スポーツニュースです。Time for the sports news. Okay, this is sports news. So, self-serving Super League opens unprecedented confidence across European soccer. Plans for the Super League announced by the 12 of the European soccer's most powerful clubs plunged the game into the unprecedented crisis on Monday as the UK government threatens to invoke the competition law to block the breakaway. 6 Premier League teams, Liverpool, Manchester United, and Arsenal, and Chelsea, and Manchester City, and Tottenham Hotspur, joined the forces of the Spanish giants Real Madrid, Barcelona, and the Atletico Madrid as the Italian trio Juventus and Inter Milan and AC Milan to launch the competition.
they plan to leave the UEFA sanctioned Championship League to start their new tournament as a possibility, with the plans for the 3 more founding members to join the 5 other clubs to invite annually. The competition threatens to complete the unturned world's biggest sports and leaves the prestigious championship leaves. It itself also fruit of the last major shake-up of the European soccer in 1992, facing an uncertain future. Britain's Culture Secretary Olive Dowden said the English club could find themselves subject to formal interview under the British Artists Law, which prevents the information of monopolize the corporate carters. We will put everything on the table to prevent from happening, the minister said, avowing a very robust response. The breakaway announced came back the hours before the UEFA announced a new format of the championship leaders, which being convinced the practical and contains the biggest clubs. さあこれ結構今ニュースになってますね。ヨーロッパのサッカーリーグですね、レアル・マドリードなど強豪サッカークラブで構成するヨーロッパスーパーリーグの設立が発表されたんですが、結構ね強い反発が上がってるんですよ。18日ヨーロッパの12の強豪サッカークラブが共同声明でスーパーリーグの設立を発表しました。新たなリーグはスペイン1部リーグのレアル・マドリードやバルセロナ、イタリアセリアの AC ミラン、ユベントス、そしてイギリスプレミアリーグのマンチェスターユナイテッドやリバプールなどが設立メンバーとして恒久的に参加し、最終的には20のクラブを2つに分けてそれぞれのリーグ戦を行って上位チームによるトーナメント戦で決勝を決める、優勝を決めるというものなんですが、現行リーグへの影響を少なくするために平日に試合を行うというふうにしています。これに対して、UEFA ですね、ヨーロッパサッカー連盟ですね、一部のクラブが私利私欲のために行っていると強く批判しています。サポーターたちからも強欲なオーナーたちが勝手にやったこと、ビッグクラブ以外のチームはさらに財政的に追い込まれるなどと反発する声が上がりました。イギリスのジョンソン首相もファンやサッカーそのものにとっていいニュースだとは思わないと懸念を表明しています。で、さらにですね、ウィリアム王子もですね、今こそ私たちはトップから草の根のレベルまでサッカー界全体とその中にある競争とフェアを守らなければならないというふうに、コメントをしています。もうここまで反発があるとは思わなかったんでしょうね、きっとね。はい、これ多分ねうまくいかないと思います。さあ続いていきましょう。Okay, the Olympics athletics test event on the May 9th to be held without spectators. Tokyo Games organizers are set to hold the athletics test event on May 9th without spectators due to the rising number of coronavirus infections in the capital. The sources closed the matter this Tuesday. So the Tokyo Olympics and Paralympics Organization Committee had considered allowing 20,000 spectators at the new national stadium, eyeing the events as an opportunity to comprehensively examine the countermeasures for the virus. But the sources say the organizers informed the parties involved of their latest decision after the Tokyo's metropolitan government imposed tougher restrictions in the capital on April 12th to fight the resurgence of the infection. With this summer's game in mind, the event will be held in day and evening sessions. The evening session will double as the World Athletics Continental Tour Gold Meet. Top domestic track and fields athletes will take part, with the source saying that some athletes from the overseas also have expressed their desire to participate. Tokyo Games test events even between the postponed in recent weeks. A diving test event has been moved from April to May, while those water polo and cycling MBX freestyle have been pushed back to May or June. さあもう本当にできるのかというオリンピックにはなっていますが、
着実に進んではいるんですね。東京オリンピックの主催者によりますと、東京でコロナウイルス感染急増のために観客なしで5月9日に陸上競技のテストイベントを開催する予定であると、日本時間の火曜日に明かしました。東京オリンピック・パラリンピック組織委員会は新国立競技場で2万人の観客を受け入れることを検討しているんですね。でこのイベントはウイルス対策を包括的に検討する機会であることと考えているわけです。でイベントは昼と夜のセッションで開催されます。夜のセッションは陸上競技ですね。で国内の陸上選手が参加します。で情報筋によりますと、海外からの一部の選手も参加したいというね要望があるということですね。あとはダイビングだったり、水球 BMX のフリースタイルは6月とかね5月中に開催予定ということでございます。さあ最後一度メジャーリーグの情報だけ言っておきましょうか。はい、行きましょう。はい、Okay, here we go. The baseball. Shohei Ohtani has uneven second start as Angels beats Rangers. So Shohei Ohtani struck out 7 but also walked 6 over the fourth scoreless innings Tuesday in his first start since being sidelined from the pitching duties by a blister. Talking about the mount of the second time of the season, the two-way star stayed out of the batting lineup as he helped steer the Los Angeles Angels to the 6-2 win over the Texas Rangers in the American League. Ohtani faced 19 batters and gave up just one hit, a second inning single by the Brooklyn Holt as he danced around the danger in each of the 4 innings at the Anaheim Angels Stadium. He threw 28 pitches in the first and walked the consecutive batters to the load of the bases, 19 pitches in the second and 12 pitches in the third, and needed 21 pitches to get through the fourth. The right-handed pitcher had sidelined the past 2 weeks, and the blister on his right middle finger was limited pitch count on Tuesday. He threw 80 pitches and only 37 was strikes. さあ大谷選手ね、昨日私の周りでも見に行った方がいらっしゃったですけど、いいピッチングしたんですけどね、残念ながら勝敗はつきませんでした。いいピッチング、いいピッチングとは言い切れない。4回までで80球いってしまったっていうのはやっぱりコントロールが定まっていなかったから、80球ぐらいでもだいたい交代になるんですけど、やっぱり5回6回まで行ってくれるといいなというのが多分チームだとは思うんですね。ただ7つの三振は奪っていますので、昨日はスプリットフィンガードファーストボールというですね、ちょっとした変化球が非常に冴えて、いました。ただね、ちょっと映像で見たんですけど、やっぱり高めにねすっぽ抜けちゃうような球も多かったななんていうふうに思うんですけど、まだ4月なのでね、そうですね、まだまだここから調整を十分していくんだろうなというふうに思います。以上スポーツニュースでした。じゃあ曲いきましょうか。 Okay, let's play the music from Heart Never. ユキ、COVID のワクチンが認可されたんだって。受けるつもりなの？調べてみたんだけど、国はワクチンが感染拡大の予防になるから許可したんだって。でも情報がありすぎて。そんな時は事実を確認しましょう。 cdc.gov/ コロナウイルスをよく読んで、私も安心したの。お母さんから教えてもらうことがまだたくさんあるね。その通り、私たちならできる。詳しい情報は cdc.gov/ コロナウイルスまで。アメリカ合衆国保健社会福祉省からのお知らせでした。さあメールが届いています。メリーちゃんありがとうございます。メリーさんどうも。教えてサムさん。ね、最近暖かい日が続いていますが、コールドとチリの違いがいまいち分かりません。It's cold today って言うと相手から Yeah, it's chilly と言われることがあって、使い分け教えて。そうですね、コールドの場合はもう完璧に寒い。そう、もう本当にうわ寒いっていう。そうでチリっていうのはちょっと肌寒い、だから今日なんかは昨日と比べてちょっとチリだよねっ
っていう言い方ですね。言い方が合ってる。はい、だけど例えばこれが40度台とかだとコールドだよねっていう。もうちょっとかもしれないね。摂氏で言えば0に近い。0に近いのはコールド。だけど10度台とかだったらチリだねっていう。あ、なるほど。もうそこの違い。そうね。まあコールドがフローズンまではいかないけども、もう骨に染みるような言い方はコールドに近いですね。あー、なるほどね。そうかそうか。こういう違いがあるそうです。だから多分メリーちゃんが、いや It's cold today って言った時に、いや It's chilly って帰ってきたってことは、相手が心の中ではいやそんな寒くねえだろうって思ってるっていうことですよね。直しはしないけどもそれに返すっていうのは結構丁寧だと思います。そうね。そうチルちゃんも書いてるけど、肌寒いのがチリな感じだと思いましたって、はい、そういうことは肌寒いぐらいがチリですね。ですね。はい、はい、ということです。メリーちゃんありがとうございました。またいつでも何でも聞いてくださいね。はい、そしてね、はい、リンリンさん、はい、ありがとうございます。これはね、私調べたことがあることなんですよ。はい、こっちのメジャーリーグ見てると、はい、結構ねその日本の野球中継で使われてる言葉とこっちの野球用語って違ってたりするんですよ。そうでしょうね。そうで野球を見てるとリポーターがいつも、ブレイキングボールっていう、はい、でまっすぐではないからブレイクするから曲がったりするという意味でいいのでしょうか。ブレイキングボールとカーブボール、はい、のはどう違うのでしょうか。これは調べましたね。私も見てて言ってたんですよ、はい、ブレイキングボール、ブレイキングボール、カーブボールっていうし、スライドっていうし、はい、スライドとカーブボールは分かるんですけど、ね、何って思って、はい、必死に調べてみたら、はい、ブレイキングボールは非常に分かりづらいんですよ。ブレイキングボールはカーブほど曲がらないけどちょっとホームベースの手前でヒュッて曲がるボール、スライダーとも違うんですよ。こうドンと落ちるんじゃなくてね、ちょっとこう横にそれるボールのことを言うみたいで、変化球みたいな。変化球はもちろん変化球は変化球なんですよ。これを日本で言うと、はい、ツーシームっていうボールになったりするんですね。はい。あとは昔ドロップボールなんていうね、言い方もしました。そうだからこれね、リンリンさんね、分かりづらいのはね、僕もよく分かります、はい、ただブレイキングボールの方がカーブボールより曲がらないボールだというぐらいでいいんではないかというふうに思います、はい、難しいですよね、はい、ということで割とちょうどいい時間にですね、今日もなってきました、はい、さあまだまだですね、来週までで構いませんので、はい、ぜひお送りください、はい、ね。面白いですね。チルちゃんがカリフォルニアでコールドを使ったら変な顔されるよねってまあね、そうですよ。越後のゆうりさん、万事丸さん、はい、チリはホットでスパイシーなイメージ。そう、僕も日本にいる時はチリってそういうイメージだったけど、こっちに来てからそのチリっていうチルっていうね言葉を知りました。そうですね。ねえ、そうなんです。チリソースではないんですよ。違いますね。万事丸さん。ホットになっちゃうんで。そうでございます。はい、さあじゃあもうエンディングいきますか。わかりました。はい。ちょっとチンクル入ります。はい、お願いします。Okay, how did you enjoy so far with the Wednesday's LA Morning Part 2? It's coming close to the end of a 39th broadcast on April 21st. We're open to any topics, suggestions coming from you to talk them about in this program. So please send your messages using the request form from our website, or you can email us to radio@tjsla.com. Or if it's easier for you, you can send your messages using the YouTube channel using the live chat function. Please search us by typing the keywords TJ space radio during our live show. And don't forget to watch our studio live cam from our website at www.tjsla.com. Okay, so let's see you next week on Wednesday at 9 a.m.
on TJS Internet Radio. さあということでお別れです。まだね来週までの間にぜひメッセージ E メールお送りください。お待ちしております。さっきのねメリーちゃんのようなふとした英語の、ね質問があればぜひお待ちしております。 Always welcome. はい。さあじゃあ今日のエンディングはですね、はい、ステゴガールさんからいただいたリクエスト曲いきましょう。はい、大谷翔平選手の入場曲ということなので、これはありでよろしいんですかね、ロストインパラダイス、こちらを聞きながらお別れです。はい、ということで今日もお付き合いくださいましてありがとうございました。お相手は私新海圭樹と Sam Vandenberg. See ya.いいね。猪木ボンバイじゃないよ。猪木ボンバイエが大谷選手の入場曲だったらものすごい面白いけどね。逆に聞きたいわ。こちらにウィールスの、あります。ちょっと待ってください。これだけで。もちろんもちろん。なんか子供の今書いてあるけど、ケイオスをカオスって訳した人は死刑。何をケイオス。ケイオス。カオス。ケイオスは英語だけど、カオスは何なの？カオスって日本語ですよ。ケイオスのこと。カオスって言うんですか。カオス。これも一つ僕知らなかったですね。ケイオスは最悪っていうかね、シチュエーションがすごくバッドに。シチュエーションがすごくこうぐちゃぐちゃな。最悪な状態ですよね。その辺の使い方も違うと思う。ジャムさん毎度。そう。日本だとカオスってそこまでぐちゃぐちゃな状態っていうよりも、どっちかっていうと、非常にぐちゃぐちゃだけど分かりづらいみたいな状態。だから最悪の状態では使わないですよね。日本でカオスっていうと。そうなんです。そうだからそこなんですよ。そう、混沌でしょ。万次さん、日本だと混沌ですよね。そう、だから最悪じゃないですもんね。こっちでケイオスって、もうケイオスだよって言ったらもう全然もう最悪っていう。ディザスターって言い方に変えるかもしれないけど。ディザスターともほとんど同じ。全滅だ、それは。そうですね。ディザスターは、そうですよね。ケイオスは最悪だけど、まだ少し見込みがある。すごいね、やっぱりその段階があるからね、レベル。ディザスターは日本語だと全滅までは使わないよね。災害ぐらいなんですよね、ディザスターは。確かにそうだ、レイさんの言う通りだ。カオス、ケイオス、カオスと全く違う。はい、ありがとうございました。
はい、本当、チルちゃん、そうだよね。程度を表す言葉って難しいっすよね。ということで、今日も本当に朝からありがとうございました。じゃじゃした。では、切ります。では。T-shirt